はい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらの青白合成機を紹介したいと思います。こちらの機ですが、デッキ名の通り、新カードのメガ割り合成機をフィーチャーしたデッキですね。合成機は3マナ以上のアーティファクトが出るたびに、パワータフネスがアーティファクト数のトークンを出すのですが、スタンダード構築においてもポンポンとバカでかいトークンを出していくことができますね。出したターンは盤面に影響を与えないのですが、戦術2で必要なパーツを探しに行くことができ、基本的には3ターン目にすぐに置きたい置物になっています。新カードとしては、同化の新順も4枚採用していて、アーティファクトカウントかつ3マナでクリーチャーを追放でき、場合によってはアトラクサなんかもコピーできるということで、新環境で注目のカードですね。基本的には青白コントロールのような動きをするのですが、こちらのデッキは青白コンと違い、でかいクリーチャーをポンポンと出すことができるので、フィニッシュが早く、特に対ミッドレンジで強いデッキになっています。ただしフィニッシャーを合成機や線の付きの火事場など、場に残らないといけないアーティファクトに頼っているため、メインから置物破壊が入っているランプのようなデッキにはやや辛いかなと思います。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。やや重たいハンドではありますが、こちら先手のため、ギリギリキープしてもいいハンドではあるかなと思います。基本的には2マナ以下の、アクションが取れるカードが、初手に欲しい感じではありますね。さあ、相手はワンマニガンでキープ。さあ、ということでやっていきましょう。相手は、ボロス召集ですね。ボロス召集相手は、基本的には全体除去を、1枚は引いていきたいという感じですね。さあ、もうメインから毅然たる援軍を出して、管理人を起動していくと。次のターン、新順で関連に追放していきますかね。いや、これはね、先に合成機ですね。合成機は、はい、4マナ目も欲しくて、次のターン無防備にはなるんですけど、基本的には3ターン目に、合成機を置くっていうのがこのデッキの一番、強い動きになっていきますね。さあ、ただ相手、もうイモデーンで、大ダメージを入れていくと。残り10点まで。とりあえず、同化の新順で管理人を追放していきましょう。さあ、これでクリーチャーを除去りながら33のトークンが出ていくと。いや、やっぱりね、3ターン目に合成機が出ると、だいぶね、動きが違っていくんで。さあ、ただここ、アーティファクトカウントがまだ3のため、問答急行で、倒されていくと。さて、残り6点。これはどっちでいくかな。ストーンで除去りながら、トークンを出していくか、火事場かなんですが、ただストーンを先に出しておくと、次のターン以降の動きが楽になるので、こっちから行きましょう。さあ、マイナスで、今電を除去って44トークンが出てくる。で、こうなると、ボロスだと、なかなか44は対処できないということで、さあ、ここからどうなっていくか。ただ残り、ライフが6点なので、耐えれるかどうかですね。さあ、イーオスをキャスト。イーオス出てきても、なんとかなりそうな感じではありますね。カッパはちょっと今は使いづらいですが、火事場プラス、同化の新人までいけますね。まずは、火事場を出していきましょう。さあ、これで、バカデカトークンが2体出て、さらに新人で、福音者を除去っておきたいですかね。さあ、どうかの新人で、パンプ機能を持った福音者を除去って、さらに救急トークンが出てくると。これ1体を殴れるかな。ピクシーってなんだ ?1 枚クリーチャーをバウンス。自分のクリーチャーだけか。では、1体殴っていきましょう。地上のクリーチャーはもう完全に止まってるんで、さあ、残り11点まで。イモデーンが来なければ、っていう感じですね。イモデーンぐらいかな、負け筋は。さあ、メインから、毅然たる援軍。
さあ、上は殴っていく。メインで出していくということは、イーオスがもう1枚あるという感じですかね。ただ、イーオス出してきた場合はこっちが近くになりそうですが、どうですかね。もうクリーチャー1体プラス、ミスラランドが通ったら勝ちの状況なので、まあ、ブロッカーが3体残せるのかどうかですね。現状ブロッカーは2体。一応ピクシーもあるので、3体は出せますが、こちらはマイトストーンとウィークストーンでクリーチャーを1体除去りながら、ミスラランド起動まで行けますね。さあ、ただ土地を持っている。これはクリーチャー2体出して、なんとか耐えてはいるか。ピクシーはどうするんですかね。あ、これクリーチャー以外も戻せるんだ。面白いですね。問答急行使い回しができると。さあ、クリーチャー4体立っている状況。これはいけないかな。マイトストーンとウィークストーンはこれ使いたいんで、拒否で OK ですね。うん。これは勝ち確ですね。さあ、マイトストーンとウィークストーン起動から、もう一回出し直して、っていう感じになりますね。さあ、出し直しから、クリーチャーを1体除去って、まあ何でもいいですが、一番でかいやつを除去ってからの、で、さらにミスラランド起動ですね。で、さらにこれ、ミスラランドから出てくる、アーティファクトトークンによって、トークンもでかくなっていくと。これ取りよと。GG。さすがに土地引かないため、投了ですね。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、割とバランスは良さそうな、ハンドですね。さあ、相手ダブマリですが、ただランプはね、ダブマリでも全然負けますね。まあ、結局、こっちのデッキって、まあ、置物が残らないといけない、かつ、まあ、ランプにはね、速度負けするんで、まあ、置物が残ればワンチャンっていう感じですね。さあ、ここは一旦、カウンター構えていきましょう。まあ、基本的に、ランプはね、ミッドレンジに強いデッキということで、まあ、ややミッドレンジチックな、こちらのデッキには有利なデッキですね。で、相手これ止まってきていて、かつサイクリングもしていないんで、まあおそらく、力戦の束縛も、持っていそうな感じですね。なので、まあ束縛はどこかで、使わせていかないとという感じではありますが、まあ先に豆の木は除去っておきましょう。さて、まあでかいスペルを連打されなければという感じではありますが、一旦該当は出しますか。さあ、止まってくる。まあ、読みでは、力戦ですが、まあ、該当は力戦で取られても、まあ、クリーチャーはね、残っていく、形になりますね。まあ、一旦ここはもう、該当連打していきましょう。まあ、結構止まってきてるんで、メインティシャーナ。なるほど。まあ、該当に関してはカウンターされても全然、OK ではありますね。さあ、胸の渡り。まあ、なんとか、相打ちをどんどんとしていく形になりますが、全体除去はまずは探しに行きますか。一応メインから、全除去は3枚ね、入っている形になりますが、まあ、ここは引けなかったため、1体追放していきましょう。さあ、なんだかんだ、9点クロックは残っていると。さて、まあちょっと次のターンは全体除去を、はい。引かないといけないんですが、まあ、一旦ね、ドロースペルで探しに行きましょう。ここ引けなかったらさすがに負けですね。さあ、さらに2ドロー。引けず。まあ、これはしょうがないですね。まあ、サイドボード行きましょう。さて、まあ、カウンターはがっつりと入れて、打ち砕くも入れる。
まあ、相手メインに、ティシャーナ入ってたんですが、まあ、普通のランプと、同じような形のサイドボードで、いいかなと思います。まあ、単体除去は抜いて、まあ、集団シストをちょっと増やしていく形ですね。さあ、1本目負けて2試合目。これは即キープですね。まあ、カウンターあって、合成機あってという形なので、まあ、こちらのユッキの、強みが見れるハンドではあるかなと。さあ、そして合成機2枚目も引いてくる。これはね、一気に勝てる可能性がね、割と高いですね。さあ、まずは合成機置いていきましょう。該当はまあ1枚だけもらっておきましょう。あとはまあ相手が、束縛を持っているかどうかですね。束縛を持っていなかった場合、もう一瞬で試合が決まっていく可能性もありますが。さあ、ということでまずは、合成機2枚目を出していきましょう。さあ、止まってきてはいるが、誘発までは行く。誘発まで行くということは、これティシャーナですかね。まあ、ティシャーナはしょうがないですが、まあ、普通に除去ることはできるんで、まあ、一旦、能力が打ち消されていく、というだけですね。さて、まあ、次のターンには、どうかの新人で、ティシャーナも除去っていくことはできますね。できれば、5マナ目が欲しい、感じではありますが、さあ、ただここはタップイン。まあ、これはしょうがないですね。さあ、新人で、ティシャーナを除去りながら、合成機で44トークンが出ていくと。さあ、こうなると、まあ、次のターンからは、とんでもない、展開ができますね。さあ、踏み歩くもの、白マナはない状況。これはね、だいぶこちらが有利な状況かなと。さあ、ということで該当を出して、さらに、トークンが2体。で、カウンターも構えていくと。で、一旦全除去を弾いたらもう勝ちの状況なので、OK ですね。さあ、6マナありますが、全除去は効かない状況。一旦玉靴は除去っておきたいですね。さあ、相手、マナを出していきますが、何かあるかな。まあ、あるとしたらティシャーナとかですが、まあ、サイクリングとかの可能性もありますかね。さてさて。まあ、ただ、何が来てももう勝てる状況ですね。はい。さあ、サイクリングしていきますが、まあ、4マナーだけでは、さすがに対象はできないでしょうということで、さあ、フルパンしていきましょう。相手はもう、どれも通せない状況ですが、はい、束縛は、もうこれストローク使って OK ですね。からの、まあ、カッパもある状況。まあ、サイクリングだと勝ち確ですね。まあ、こんな展開だと、ランプにも、しっかりと勝っていくことができると。ここで投了と。GG。さあ、1勝1敗で3試合目。サイドボードは2試合目と同じですね。これ、ちょっとマリガンサイですね。こっちの方がまだマシかなと。なんというか、まあ、土地でいいか。基本的には5マナ目まで欲しいデッキではあるんですけど、まあ、合成機のスクライ2によって、まあ、土地はね、探していけるということで、土地をボトムに、送っていくと。さあ、こちら初動3ターン目になりますが、まあ、対ランプだと、まあ、基本的に3ターン目までは何もすることがないですね。まあ、なんか、対ランプでもうちょっとなんか、サイドボード考えていった方がいいかもしれないですね。さあ、該当を出していきますが、まあ、相手の動き的に、まあ、おそらく、束縛持っていそうな感じなので、まあ、合成機よりも先に、はい、該当を出していくと。これで、束縛を使わせることに成功しましたね。で、まあ、次のターンにはおおむね、合成機を出していくんですが、まあ、この合成機が生き残るかどうか。止まってきていないんで、束縛は持っていないですね。ということで、まずは、合成機を出していきましょう。カウンターとかも探していきたいですが、
うん。該当、まあ、アーティファクトカウントが欲しいっていうのもありますが、まあ、さすがにボトムでいいかな。まあ、マイトストーンとウィークストーンで、ドローはね、することができるんで、何か他のカードを探しに行きましょう。お、なるほど。うん。これはちょっと、毒を選べが刺さってしまいましたね。さて、こうなると、まあ、ただ、これはチミルとかでフィニッシュしていく可能性もね、ありますね。さあ、2ドロー。まあ、できれば合成機もう1枚引いていきたい感じはありますが、うん。いや、合成機がね、1マナで対処されたのは結構きついですね。ミスタ。これはお、マイナスでストーン割っていく。まあ、これはありがたいですね。6ターン目の動きとしては、だいぶ弱めなので。さあ、ただここ1ミリで置きたかったですが、まあ、タップインランドしかないということで、まあ、一旦該当を出して、GO ですね。まあ、一応、ザクを打ち砕くが手札にあるので、まあ、リングを割っていくことができますね。さあ、豆の木。うん。8、9、10。まあ、10点分のクロックはあるので、まあ、割とそのままフィニッシュしていく可能性は高そうですね。まあ、相手にアトラクサとか出されても大丈夫な、ハンドということで。ミスラランドは殴らないかな。さあ、止まってくる。まあ、束縛持っている可能性はありますが、まあ、ただそれでも、1ミル先に出していきたいですね。おそらく束縛持っていそうですが、胸のあたりか。うん。さあ、1ミルで何がめくれるか。カウンター。うん。まあまあ、カウンターはもらっておきましょう。相手は、まあ一旦全除去するしかない状況ですが、アトラクサーだと、勝ち確ですね。まあ、後ろで除去ってからのフルパンで、もう勝ちの状況と。いや、ランプに勝てたのはだいぶでかいですね。まあ、結局、有利不利って言ってもね、そんなに大きな不利とかはないんで、まあこんな感じで、苦手なマッチアップも、しっかりと勝っていくことはできますね。さあ、せっかくなので、新カードを使って、発展を入れていくと。これ投了と。GG。さあ、こちら先手。まあやってもいいハンドかなと。まあ一応、2ターン目から動いていけて、で、土地が伸びれば割といい感じに回っていくので。さあ、相手これは砂漠青黒砂漠。青黒で砂漠って何かありましたっけ？グリクシス。まあ、あれですね。10試合ぐらい回しててね、新カード入ったデッキに1回も当たってなかったんで、これは新カードが結構入ってそうな匂い。ハーモンケントへの進行。まあ、更新がいらなそうなので、更新落としていきましょう。まあ、青黒系のデッキに対してはね、まあ、置物がね、結構刺さっていくんで、さあ、火事場はもう、置いていきましょう。まあ、相手が策悪とかを取ってるかどうかですね。ドレッド。うん。これは、マイトストーンとウィークストーンで、対処していくと。さて。これで8点アタック。残り9点まで。まあ、合成機ね、引けなくても、こんな感じで、割とね、まあ、クロックがでかいということで。お。さあ、ただここでドラコサウルス。これは、まあ、ひっくり返してから、もう、集団疾走を打っていきましょう。こっちのクリーチャーも死んではいくんですけど、まあ全然 OK ですね。ドラコサウルスはまあ、なんだかんだね、生き残ったらめちゃくちゃ強いんで。さあ、できればアーティファクトを、引いていきたいですが、まあ何も引けなかった場合は、該当をね、戻して出し直すっていう感じで OK ですね。ドレッドはバネ仕掛けで倒していきましょう。まあ該当を出し直しますか。さあ、2マナで
手札に戻して、で、1000の弊社を使ってからの該当ですね。うん。まあ、このターン、その、カウンターは構えられなくなるんですけど、まあ、バネ仕掛け優先ですね、ここは。さあ、これでもう毎ターンね、どんどんとでかいクリーチャーが出ていくという形になったので、まあ、だいぶ有利な、状況ではあるかなと。さて。おそこに除去を打っていく。まあ、4マナ払って、22が死んでいくだけですね。まあ、一応これで、殴れはするんですが、バネ仕掛けで、ドレッドは対処していく。さて。うん。で、もう一回これ該当を出し直しっていう感じで OK ですね。まあ、さっきと、同じ行動をしていきましょう。さあ、該当、手札に戻してからの、1000の弊社からの該当。どんどんとクリーチャーが出ていくと。もう77ですね。さあ、チャンプするしかなさそうな感じですが、7点は通していく。まあ、こんな感じで、もうほんと、毎ターンね、バカでかいクリーチャーが出ていくんで、まあ、基本的にミッドレンジ相手には、かなりね、有利なデッキですね。さあ、ルーティングしていく。お、ブリーチェス入ってる。なるほど。さあ、ここで投了と。GG。さあ、相手、ミッドレンジということで、まあ、集団疾走は入れてもいいですね。あと、打ち砕くは、入れたいかな。うん。で、このマッチアップにおいては白更新はいらないかなと。うん。まあ、こんな感じで、いいと思います。これでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。合成機ありますね。これキープしていきましょう。まあ一応序盤の動きがあって、で3ターン目合成機から入っていけるので、まあ割といい感じのハンドルですね。さあ相手止まってくる。マルコム。マルコムはいいでしょう。相手ブリーチェスも入ってたんで、これ、いいでしょう。まあ、ジャスパーはね、その生き残ると、アドバンテージをね、取られるんですけど、ただ相手がこっちのデッキ取っても、全然ね、使えるカードが入ってないと思うんで。さあ、まずは土地でしたね。さて、アモンケットへの進行。まあ、このターンちょっと、クリーチャーを出して欲しかった感はありますが、となるとカウンターはもう使って良さそうですね。さて、まあ4点は入っていくんですが、相手はハンドが3枚の状況。うん、これは選択肢が結構ありますが、うん。いや、まあ除去っておきますか。ジャスパーが出たターン、まあジャスパーカウンターの方が良かったかもですね。うん。さあ、2枚目。なるほど。これはどうするかな。まあ合成機出しておきたいんで、合成機出して、で、ジャスパー殴ってきたら、クジラ使うとかいう感じでもいいかなと。あ、そうか。これ取られるんか。いや、取られても、どうですかね。出すのかな。相手は基本的にこのカード、別に使っても強くないんで、使ってくる。まあ4マナで、トークンが出てくるだけですね。相手からすると。さあ、ジャスパーはトップに置いていく。廃墟の地。これを廃墟の地でシャッフルしますか。うん。まずは、廃墟の地は残したいので、まあ手でマナを出していくと。さあ、まずは、2ドローしながらクリーチャーを出していく。土地土地。土地土地はちょっとあれですが、まあ一応固形があるんで、まあ次のターンまでは、まあ、まだ猶予はありますね。まあミスラランドも2枚あるということで、
マナフラしてても、まあ大丈夫な盤面ではありますね。さあ、相手の線の月のカズバは、まあ特に何もせず。うん。まあまあまあ、4マナであのカードパクられるのは全然 OK ですね。さあ、ただここでドレッドのチミル、除去は引かなかったですが、まあ、チミルはだいぶいいですね。さあ、チミル出していきましょう。さあ、止まってくる。カウンターは持っていないと。さあ、66が出てからの、66、殴ってもいいか。うん、殴っていいですね。さあ、6点は、ジャンプしていく。なるほど。からの、はい。チミルが誘発。集団失踪は打たなくていいかな。こっちの方が、盤面強いんで、手札に加えていきましょう。さあ、66が2体いる状況。で、さらにこっちのクリーチャーは毎ターンでかくなっていくと。さて。それは強い。強大ながら主演はね、ほんと、ガン刺さりするんですよね、こっちのデッキに。うん、まあまあまあ。これはもう集団失踪を打っていきましょう。まあ最近ね、そのラクドスが減ったっていうこともあって、兄弟なんかの終焉はあんまりね、使われてないんですけど。さあ、全除去してからの、まあ、ミシュラランドで殴っていきますか。で、こっちがその、チミルがある状況なんで、まあ、だいぶこっちが有利な状況ですね。さあ、地図トークン使って、合成機いいですね。これチミルで、確定で、はい、バリ出ていくと。さてさて、からの、はい、除去を持ってきて、っていう感じですね。この状況はね、まあ、めちゃくちゃ有利ですね。ライフこそこっちが少ないものの。ということで、もう戦前は使っていいですね、これは。さあ、相手、まあ、地トークンがあるんで止まってきていますが、さてさて、ここからはもう合成機で、まあ、どんどんと、バカデカトークンが出ていくと。で、さらに、このミシェラランドからね、地図トークンが出て、トークンも、でかくなっていきますね。さあ、残り19から、まあ、チミルの分の、ライブラリー操作をしていきましょう。新人は別にいらんかな。さて。まあ、実質こっち毎ターン3ドローみたいな感じなんで、さらに合成機。これはもう、さすがに負けんかな。さあ、どんどんと、クリーチャーが出ていく。さらにスクライ2も可能と。うん。まあ、該当はもらっていきましょう。まず、今日は、ウセロ1枚で、全然十分なんで。突破まあ、強いカードではあるんですけど、そのこっちクリーチャーが入っていないので、うん。まあ、7マナでドレッドが出てくる、はい、感じですね。さあ、これはもう勝ち確かな。ミスラランド2回起動で、まあ余裕で勝ってそうですね。さあ、まあさらにこれトークンもね、99まででかくなってきますね。じじ。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。